皆さんこんにちは。尺八ウッチーチャンネルです。いつもありがとうございます。今回はメリ音の秘密について考えてみます。結論を先に言いますと、穴の面積を小さくして音程を下げていくこと、音程を下げていく行為、これをメルと言います。はい、こちらのストローでちょっとやってみますと、今ストローはこちらの頭の穴、お尻の穴、2つ穴が開いてます。ちょっと吹いてみます。この両端が開いたストロー、これ振動数を2としますと、今度片方の穴、こっちの穴にしましょう。ここの穴が閉じたストローは振動数が1となります。ちょっと吹いてみますね。これを塞いで、この一つの穴だけこのストローの両端が開いた方は閉じた状態の音よりも1オクターブ高い音になっています。この両端が開いたストローの反対側の管尻、ここの穴を徐々に指で塞いでいってみましょう。音程がこちらの方を徐々に塞いでいきますと、徐々に音程も下がっていきます。これがメリです。尺八を使ってやってみます。尺八の場合はこちら5孔尺八、5つ穴が開いてます。全部1、2、3、4、5全部塞ぎます。この全部閉じた状態が先ほどのストローの両端が開いたストローと同じものになります。ここの上の穴と下の穴、2つ穴が開いている状態。この状態でストローと同じようにここの穴を徐々に塞いでいきたいんですが、全部指塞いでますので指が使えません。こちらの太もも、右の太ももで徐々に塞いでいきます。今の管尻を右の太ももで徐々に塞いでいったら音程は下がっていきました。今度はこちらの穴はそのままにして、この歌口の反対側の吹き込み口を徐々に塞いでいきます。ちょっとやってみますね。
この動作については後ほど説明していきますが、こちらの下唇とエッジの間の三日月状の隙間、こちらの方をさらに狭くして面積を小さくして塞いでいくことで音程が下がっております。この音程を下げる行為をメリ吹きする、メルと言います。先ほどの実験はストローでやりましたそして実際の尺八では5つの穴、12345すべて閉じた状態でやりました。いわゆるオツのロの音でやってます。今度は1項だけ開けた状態でやってみます。オツのツの音ですね。このツの音で右の太ももで塞いでみます。漢字を塞いでも音の変化は現れません。これはここの1項の穴が開いてるからこっちの穴を塞いでも全然音程は変わらないんです。1項を開けてるときはこの1項を徐々に塞いでいくと音程が下がっていきます。やってみますね。次にレの音。レの音の場合は2項を徐々に塞いでいきます。次はチの音でやっていきます。チの音の場合は3項、これを徐々に下げていきます。ハの音、1項2項を閉じて5項を閉じます。そして4項を徐々に塞いでいきます。これらのメリは指で徐々に一つ後ろの穴、次の穴を塞いでいって音程を下げる技法、指メリと言います。この指メリの限界点としては3つあります。1つ目の限界点、ロの音の時、全部塞いだ状態の時は指ではできません。指が塞がってますので、足の太ももを利用しての苦しい体勢で漢字を塞いでいくことになります。限界点2つ目、指メリの限界なんですけど、音程が下がる限界は指メリの場合はロツレチハ音階で言えば、例えばツの音は
ロまでの直前の音程までしか下がりません。レの音は指メリでツの音までしか下がりません。ツの音の直前までしか下がりません。チの音はレの音の直前までしか下がりません。ハの音はチの音の直前までしか下がらないと。これは当たり前のことですよね。3番目の限界点としては、音程を下げるときに徐々に下げていくと音量も徐々に低くなってしまいます。穴を塞げば塞ぐほど音量も低くなってしまうということがあります。なのでこの指メリの限界を補助する方法があります。それが先ほどやった吹き込み口、下唇とエッジの間の小さな三日月状の隙間、レッスン262、尺八の音が出る秘密で詳しく説明しましたけど、この小さな三日月状の隙間、吹き込み口を徐々に塞いで音程を下げていく方法です。この方法は3つあります。1つは月メリ、2つ目が顎メリ、3つ目が二メリです。一つずつ解説していきます。それではまず一つ目の月メリ、これを説明します。尺八を下唇に向かって軽く押し付けることで、下唇とエッジの間の音の出る小さな三日月状の隙間である吹き込み口をさらに隙間をつくことによって小さくすることで音程が下がります。ロの音でやってみます。ツの音。で、チ。ハ。月メリの限界ですが、下がる音程は指メリのおよそ半分ぐらいまでは下がりますが、それ以上は下がりません。下の前歯がストッパーになっていくらついても前歯を打ち破ることはできませんよね。いくら竹でついてもそこまでです。例えばツの音ですと、これが限界です。指メリの場合ははいとなります。メリットとしては、尺八を一瞬で下唇に向けてつく感じなので、とてもスピーディーで
テンポの速い曲の場合に効果的です。2番目のあごめり。顎を下に回転させて、下唇とエッジの間の小さな三日月状の隙間をさらに小さくしていくやり方です。言い換えれば、下唇を歌口に近づけるやり方です。ロの音からやってみます。ツの音。レの音。チの音。ハの音。うなずくように顎を回転下げるので、動作が大きくても月めりよりも時間はかかりますが、音程を下げる効果は月めりの2倍以上。月めりが半音下げるのが限界だったのに対して、あごめりは1音以上下げられます。これはレの音。と一緒ですね。ツの音でやってみます。これはロの音。あごめりのデメリットは、音程を下げれば下げるほど音量は下がってしまいます。さっきの指めりと一緒ですね。ちなみに月めりとあごめりの併用はあまりおすすめしません。下唇を月めりで押し付けるだけをつくことによって、押し付けることで三日月状の隙間が潰されて音が出にくくなるからです。やるとしても1音までしか下げられません。ちょっとロの音でやってみます。
つの音。ついて顎を下げる。月めりと顎めりの併用。レの音でやってみます。この音はつの音と一緒ですね。それでは3番目のメリ、二メリについて説明します。二メリとは、吹き込み口、下唇とエッジの間に小さな三日月状の隙間はそのままにした状態で、上の唇を前方に伸ばして、でその上唇を蓋と考えて、上唇で吹き込み口、三日月状の隙間に蓋をするように伸ばしてカバーしていきます。このことで実質的に吹き込み口が塞がれたことになって音程が下がります。この二メリは吹き込み口の面積は変わらないので、メリでありながら大きな音が出せるメリットがあります。ちょっとやってみますね。ロの音で。ツの音。レの音。チの音。さらに二メリの発展形を紹介します。先ほどの顎メリは顎を下に回転させて下唇を歌口に近づけましたけど、二メリは顎を手前に引く、下唇が歌口から遠ざかる、下唇が管の中にずり下がるイメージ。そして吹き込み口の面積をより広くするため、メリの音量を大きくするために、下唇の中央先端を尖らせて管の中に突き刺すイメージ。上唇はできるだけ伸ばして吹き込み口にかぶせていきます。歌口エッジからより遠くにかぶせて歌口の舌面を叩くイメージ。より遠くにかぶせるほど音程は下がります。歯の音でやってみます。先ほどの顎メリをやった後で二メリをやります。その違いが分かりますですかね。まず顎メリ。二メリ。
このように二メリはアゴメリと比べて音量は大きい音が出ます。なぜならば三日月状の小さい隙間、これを狭くしてないからです。管の地の音でちょっとやってみますね。まず地の音、管の地の音のアゴメリ。管の地の音の二メリ。それでは指メリとアゴメリの合わせ技を説明しましょう。指メリのところでお話ししましたが、指で穴を塞げば塞ぐほど音量が低くなります。その音量を補完するためアゴメリを併用しています。半音メリのツの音で説明しましょう。半音メリのツの音は全部閉じた状態から1項を半分開けて少しメリ吹きするという説明をいつも私の尺八ウッチーチャンネルでは説明させていただいております。もうちょっと深掘りして解説させていただきます。半音メリのツの音はドレミファソラシドで言えばミの音、イの音です。音の出し方は4通りあります。まず1つ目が1項を少し開けて仮吹きするやり方。仮吹きはまだ説明してないですが、メリ吹きの反対で下唇とエッジの間の三日月状の隙間をさらに面積を広くすることで音程を上げる技法です。2つ目が1項を3分の1開けて吹くやり方。3つ目は1項を半分開けて少しメリ吹きするやり方。4つ目が1項を3分の2程度開けて大きくメリ吹きするやり方。この4通りがあります。この中で一番音量があるのはどれかなということなんですが、1つ目の1項を少し開けて仮吹きするやり方はほとんど穴を塞いでいるので音量は低いです。ドレミのミの音が分かりやすいようにドレミで吹いていきます。こちらの少し開けるだけなので音程は低いです。その音程が低くなるのを仮吹きで調整はしているんですが低いままになります。2番目の3分の1開けるやり方。これは3分の1しか開けてないので全くメリ吹きはしてないんですが音量はやや低いです。音程はぴったりです。3番目飛ばして4番目は3分の2を開けてかなりメリ吹きするやり方。
3分の2開けてかなり開けてますが、大きくメリ吹きするということで調整しております。その結果音程が低くなってしまってます、はい、そして3番目の1項を半分開けて少しメリ吹きする、この合わせ技でやってみます。この半分、1項を半分開けることで音程が若干高くなってます。その音程を低くしてミの音、イの音に調整するために少しあごめりをします。指めりとあごめりを併用することで2の2番目の指だけで音程を合わせる方法よりも音量、ボリュームは高くなり、他の半音メリ以外の音とのバランスもほぼ保たれるのです。ただスピード、テンポのある曲の場合は3番目の1項を半分開けて月メリするのもありです。それでは半音メリのツ以外にも半音メリがあります。半音メリのレ、2項を半分開けて少しメリ吹きします。半音メリのチ、3項を半分開けて少しメリ吹きします。はい、半音メリのハの音、1に閉じて3開けて4項を半分開けて5項は閉じて少しメリ吹きします。はい、半音メリのヒ、1に閉じて3、4開けて5項を半分開けて少しメリ吹きします。はい、このように半音メリは指メリで半分開けて少しのメリ吹きの組み合わせでが最適な組み合わせかと私は思います。全部で4通りのやり方ご説明させてもらったんですが、私はこのやり方がいいよと言われる方はそれはそれで OK でございます。自分の一番やりやすいやり方で気持ちよく吹いていただくのが一番いいと思います。それでは大メリのツの音を解説します。こちらの音はドレミファソラシドで言えばレとミの間、E のフラットもしくは D のシャープ
の音です。1項を少しわずかに開けて、そして大きく深くあごめり、もしくは二めりをしていきます。指めりも1項をわずかに開けるだけ、あごめりも大きく深くめりびきするので、音程はどうしても低くなってしまいます。二めりでなんとか音量アップは出せても、素早く正確な音程を作るのがなかなか難しい音となります。ちょっと吹いてみます。はい、大めりのつ吹いてみます。大めりのつ、素早く正確な音程を作るために特別な指の動かし方をお話しします。一旦全部閉じた後で指をよじって微開にします。少し開けます。全部閉じてよじる。この時に2種類の力を指先に、こちらの右手の薬指に使います。一つはよじって甲の穴の上の端に押し付けて、上の端に押し付けて、こちらの上の方をよじった時に押し付ける形。2つ目は指の腹、こちらの薬指ですね。薬指の腹、こちらの腹が穴に埋まり込むように下に押して、最初のよじる力で穴が開くのを阻止します。下に押さないとそのままよじって穴が大きく開いてしまうことがありますので、よじる力のみだと正しい音程での微調整ができません。この指の動かし方であごめり、可能であれば二めりを併用することで、極力音量を出して大めり以外の音量に近づけたらいいですね。そしてもう一つ、大めりの歯の音。大めりの歯の音はドレミファソラシドで言えばラとシの音の間です。B のフラットもしくは A のシャープの音になります。こちらの方は1、2を閉じて3開けて4項を少しよじって開けて5項は閉じると。こちらの大めりの歯の音も4項を少し開けて大きく深くあごめりもしくは二めりしていきます。そして左手の人差し指を
強く4個の上の穴に押し付けて、しかも中に落とし込むようにすることで大きく穴が開かないようにしていくということです。大メリのつ、大メリの刃に関しては、あごメリ、二メリと説明させていただきましたが、さらにもっと音程を下げたいと言われる方は、斜めメリ、いわゆる顎を下に回転させるんじゃなくて、ちょっと右でも左でもいいんですが、私は右でやってるんですが、斜め右にめっていく。吹き込み口の面積をさらに小さくするやり方です。こちらの指を下唇とします。このように吹き込み口、下唇とエッジの間の小さな三日月状の隙間、この面積を小さくしていけば音程が下がっていきます。そして下唇を回転、あごめりで回転させていることによって面積が三日月状の隙間がさらに小さくなってきます。あごめりで小さくする。こういう形になります。さらに先ほどお伝えした斜めめり、こちらの方はあごめりに加えてさらにちょっと右下方向によじることによってエッジがさらに左側の3分の1が塞がれて、さらに面積が少なくなる。そして音程もさらに下がっていきます。こう回転させてさらによじると。こういう形が斜めめりになります。それでは先ほどお伝えした斜めめりで大めりの図、大めりの歯、それぞれ吹いてみます。おつのろの音で斜めめりをやってみます。とても難しいです。非常に熟練を要します。私もまだ未完成でございます。失礼いたしました。大めりのつ、大めりの歯の吹奏でどうしてもストレスになるという方は6項尺八、7項尺八にされるのも選択肢としてありです。まずは6項、7項尺八でノンストレスで尺八の音を出して気持ちよく吹いて練習した後で5項尺八で大めりの音に挑戦という流れは自然な流れ
だと思います。6項尺八、7項尺八を練習してから5項尺八で大メリに挑戦、大メリのつの音、大メリの歯の音に挑戦するということはとっても素晴らしいことだと思います。と言いますのが、尺八の特性で大メリの音、例えば1音以上下げる音、1音以上下げた音と通常の音との違いは、陰の音と陽の音として分けられると思います。いろんな楽器がある中で、陰の音と陽の音、2つの音が出せる楽器はとても少ないと思います。非常に尺八の大きな特徴、大きな特性、素晴らしいところです。尺八で古典本曲なんかを吹くときは、やはり陰の音を織り交ぜながら吹いていくというところが尺八の真髄かと思いますので、ぜひ6項尺八、7項尺八をされた後は5項尺八で大メリの音に挑戦していただきたいと思います。メリの秘密についての解説はこれで終わりといたします。ちょっと今回は長くなったんですが、ご清聴ありがとうございました。これからも有益な情報を提供してまいります。チャンネル登録お願いします。それじゃあまた。